はい、それでは今日もまた土曜日なので農園通信始めていきたいと思います。今日は4月の11日です。今午後3時ぐらい。いい天気、超いい天気。そしてすごくあったかい。もう25度オーバー。ヤギたちものんびりしてます。はい、じゃあ行きましょう。まずはここはあれ。いつもの長野パープル成長してきた。大きくなってきた。2本しっかり出てきましたね。グッドグッド。あれをどんどん伸ばして、これがなかなか水揚げしてこない生き残ったシャインマスカット、もしかしたらダメかもわからんな。またちょっと検証します。水揚げしないっていうか、花芽が大きくなってこないんだよな。はい。でこれが BK シードです。いいよ、いい感じ。グッドグッド。そして1号は交配が始まって、終わってます。交配終わってちょうど終わったぐらいでもう膨らみ始めました。いい感じでいってますね。あったかい。今週はね、天気が悪い日が意外とあったんですけど、雨だったり曇ったりが結構あったんですけど、あれですね、あったかいし、曇っても冬みたいに暗くない。曇ってもまだちょっと明るいみたいな感じなんでうまくいってます。ここはネットが出てき始める頃ですね。そろそろ。来てるネット来てる。今日が交配後13日ぐらい、早いやつでここはもうネットが決まったから、ネットが決まったんで、まあ春なので順調に来てます。今なってる部屋が123456788、メロンがなってる部屋が8部屋あるんで、55日間の間に8部屋設けちゃう。なかなかいいペースでいってますね。苗を見てみましょう。結構しおれてんな。もう一回水かけるか。しおれてっから水をかけるか。こりゃ困ったな。もう2回今日かけてあるんだけど、玉が大きくなりすぎそうなのであまり水をかけたくないんですけど、ここまでしおれてるともうかけざるを得ない。かけましょう。3回目かけます。7分間 OK。 今日は乾くね。水が乾く。でかけた数をチェック。忘れちゃうからね、何回かけたとか。部屋数が多いんで。で苗を見ていきましょうか。ちょっと間が空いてますね。第2陣の高見を来週中に植えたいですね。第2陣まだ摘心してないです。これいずれもうそろそろ葉っぱ3枚で摘心はしますが、まだ早い。できない。これが次植えるメロン、アールスメロンで、スイカと、これ残りの苗ですけど、あっちの苗がもし第2陣が足らなかったらここから選抜してまた植えていきます。でスイカもだいぶ出揃って、もうほぼ使うだけのやつはもう発芽してるから、まあなんとかいいでしょう。揃ったところからどんどん使っていきましょ
はい、クガニとシークワーサーたちも元気ですね。はいはい、どんどん行く。で、先週定食した6号か。6号。もう活着して成長してきた。で、ここにあれが入ってます。岡山からいただいたっていうか、原種。これが岡山から来た夏一。で、これが岡山から来た夏4。で、これがみやびかな。みやび夏。まあ、純系とこう、出来比べをちょっとしようかなと思って。で、これがうちの夏4ですね。今のところ違いは何もわからないな。樹勢もそんなに違わないし。結構ね、いい樹勢が春なので、抑えていってもすぐできるというか、きっちりとできてきます。桜が満開を通り越して葉桜になってきちゃった。今年ももう終わり。桜儚かないね。葉桜だいぶ葉桜になってきた。でも綺麗だね。散る桜、残った桜も散る桜ってやね。はい、これがシャインマスカットはすごく順調に発芽というか萌え芽というかしてます。そろそろ芽かきしていこうかなと思って、でちょっとずつ芽かきはしてるんで、例えばこういうの分かりやすくて、これこうやって誘引したいので、これとこれはもう下に向いてるしいらないで、こいつに集中させる。こういうのが迷う。こっちの方が誘引しやすいけど、あっちの方がでかい。これをこう誘引するのはなかなか至難の技というか難しいな。いいや、これ早めに取っちゃおう。でこれなんか簡単。これ取っちゃえばいい。こっちに行かせるから。こんな感じで分かりやすいのからもうちょこちょこあれはしてます。これはこういってこう行かせるから、これがいらない、これがいらない、これがいらない。でこれです。こうこれもこう行かせたいから、これはいらない。でこれがこの花芽天ぷらにもできるし、あれヤギの大好物でもあったりするので取っときます。だいぶ順調に来ました。一通り結構順調にいってるな。順調にいってます。春で芝生もどんどん緑になってきた。芝刈りやってるよ。ここいらはまだなんだけど、こっちこういう風にもう明らかにこっちが綺麗で、こっちはまだです。まだできてない。芝刈り機、これ芝生のフェラーリって言われているバロネス LM40、 いや LM4D フェラーリ、芝生のフェラーリ。ゴルフ場のグリーンとか整備する繊細に刈高とかを揃えられるっていうやつですね。水かけたから多分復活してくると思うけど、まだまだもぐのがねまだ全然先、10日以上先なんで、24月末
4月の末ぐらいだからまだ早い。そして今日はこれですね。これここが来週収穫になります。収穫予定です。でここのメロンがアンテナが短くて、この通りアンテナが短くて製品的にあまり良くないので、物的にはそこまで悪くないんだけど、アンテナがいかんせん短いので、このメロンたちを、販売します。2個3000円で、ぜひ味見がてら食べてもらえると、味は乗せようと思ってるので、はい。今日はこれから防除一部屋防除して、ここはもうほぼネットが決まってきた部屋で、ちょっと入り口方面はいまいち。はい、こんな感じですね。ここの列はちょっとネットが遅かったんだよな、なぜかわかんないけど。防除します。ここは防除はもうできてるからいいとして、どんどん行きましょう。ここも生産が終わって、まあ順調です。順調。さあそれではコメント返しいきますか。コメント返し行く前にあれだな、高見見て、高見メロンは今週そういえば2つ動画出して、定食から活着2つに選抜そこまでやったんで行きましょう。はい、どうぞ。動画に出した時よりさらに進みましたね。これがディーバ、これがなんだ、これが TL 高見、これが普通の高見、ひげがある。あとはこの小づるをどんどん脇目取りしてどんどん伸ばしていって、でこれがベロッサですね。両方のベロッサも、ディーバも萩原農場で樹勢が非常に強い。でも去年作った時もそうだったから、そういう品種でしょう。で強めでいっても別に異常がなかったんで、多分この樹勢で間違いないはず。ディーバやってる人いるっつってたかな、コメントかなんかでディーバやってる人が確かいたような気がして。でバナナも成長してきた、冬越えできた。これがアップルバナナ、これ3全部で、心配なのがアイスクリームバナナ、主軸がどうやらうまくいってないっていうか、うまくいってないというか、中かこれなんか生きてるところがないような気がするんだよな。ただじゃじゃじゃん、ただこれがなので死に絶えたってことはないんで、とりあえず安心です。これも4000円ぐらいしたアイスクリームバナナ苗が。さあそれとそら豆も、ここにある、もうそう食える。ここにもある。おお、なってる。なかなかあれだね。ここにもある。もうちょい。ここにもある。お酒のおつまみ。さあそれこそあれですね、
コメント返し。コメントさん。毎回皆様コメントありがとうございます。それではコメント参りましょう。おお、そこそこコメントがあるぜ。じゃああれだな。4種類のロジメロン栽培の動画の前に並べ替え関連性の高い順でいきますか。まずは先週のダメだな、そういうやり方していくとコメントし忘れる可能性がある。忘れる恐れがあるからな。よし、行きましょう。まずは本田さん。ひげ剃りのない高見あるんだ。ひげのない高見、TL 高見。栽培しやすくて、高見なら TL 高見の方が僕的にはすごくやりやすいというか安定感がある。いいと思います。そんなに値段も違わないはず。で、先週の農園通信の、動画で、突撃訪問さん、金色ラオウ楽しみ。そうっすね。金色ラオウ、多分来られる方なんで、あれですね。ぜひ楽しみにしててください。今回はちょっと余計めに作るんで売ります。ファイヤーファイターグラフェスプラントさん。グラフェスプラント。ファイヤーファイターグラフェスプラントさん。ブラックキング。ブラックキングね。ブラックキング。黒い。で、ファイヤーファイターさんの長野紫ぶどうの小さな苗木か未生苗を購入してインドネシアに送ってもらうにはどうすればいいですか。ぜひインドネシアで育てたいんです。頑張ってくださいマスター。それはなかなか難しいな。まずぶどうの苗木とか果樹の苗っていうのは基本的になかなか国外に持ち出すのが非常に難しいっていうのも挿し木でどんどんコピーができるコピーというかクローンみたいにコピーができちゃうのでなかなかそこらは厳しくできてますね。例えばシャインマスカットの木が韓国とか中国に持ち出されてで向こうで栽培されて日本以上にどっかに売られてるっていう話を日本でよく聞くんでそこはかなり日本も厳しくなってます。なので果樹はまず簡単には海外には持ち出せないっていうのとインドネシアってすごくあったかいイメージがあるんですけどブドウは日本で特に今作ってるブドウとかは休眠期間っていうのが必要で例えば僕もきっちりは分かんないんだけどブドウでいうと7度以下気温7度以下で1,000時間以上1,000時間以上寒さに当てないと翌年花芽がつかないなり夏のうまくできないっていうふうに言われているので常にあったかいインドネシアとかだとなかなかその7度以下の1,000時間を取れるかどうかよっぽど高地インドネシアの高地山の上とかだったら分かんないですけどその2点で結構難しいと思います。長野パープルねパープルは特に多分難しいですね海外には。
シャインマスカットもうシャインマスカットが中国とか韓国の例があるので、ブドウ苗は特に厳しくなっているはずです。はい、そんな感じです。ちーくん、こんばんは。今回は深夜に見ています。毎度丁寧な回答に感謝します。まさか、洗濯機に食いつかれるとは思いませんでした。我が家も日立のドラム式が壊れまして、来週あたりばらしてみようかと思っています。症状的にダンパーと吊り羽がいかれてベアリングがダメになったと想像します。ダンパーはね、うちのやつ分解した時ダンパーはそんなに傷んでなかったな。バネもそうでなく、ベアリングがやっぱり傷んで軸がベアリングが傷んで軸がもうしてましたね。ダンパーとかベアリングはそのおかげでこう揺れが激しくなっちゃう。軸がベアリングでこうブレちゃうので、なので多分もうバラしたかもしれないですけど、意外とベアリングと軸両方で治ったりするかもしれないです。はい、またメロンの仕立ても品種の違いとのことで腑に落ちました。品種の違いです。メロンの抽選に外れた4人がコメントしたのににやけてしまいました。長野県もだいぶ暖かい日が増えたので再生栽培のパイナップルを外に出しました。いろいろ頑張るぞ。長野の方がまだこっちよりは寒いだろうからな。今日30度近くですよ。うちの方って千葉県房総で、あれだね、明日は今日は朝16、17度もうあったんですけど、最低気温が明日は10度から12度ぐらい、一回またちょっと寒さが来るらしいですね。春、やっぱりこの春に3日の晴れなしみたいな感じでよく言われるんで、今週は晴れの日もあったんだけど雨が多い印象の1週間でした。はい、長上ちんさん、自分は鉄工所をしているので知り合いの農家の人が、ビリンが曲がってしまったとよく持ってきます。今のトラクターは展開時にローターが自動で上がるようですが、上がるのが遅れているようでビリンが曲がってしまうようです。そうですね、後ろの、確かに自動で上げるのもできるし、僕なんかのトラクターはこう上げる時のその上がるタイミングがある程度ちょっと設定が早めとか遅めとか設定できるんですけど、結局思ったようにいかなかったからワンプッシュで自分でプッて上げちゃったりは しますね。っていうのとともにビリンをあまり使ってないですな。ビリンでもあれか、ゴムビリンがあるのか。昔のこうロータリーの両脇にビリンがつくやつじゃなくて、真ん中のところに、ビリン打ち取っちゃいますね。結構もう後ろのこの工程の自動はしっかりいってるので結構気に入ったようにできるんで、逆にビリンがあるとなかなか深くできない部分があるから。はい、峰子やんばるさん、シークワーサークガニーの成長も順調で何よりです。スイカも順調ですね。私はどちらかというとメロンよりスイカが好きです。つわりがひどくて何にも食せなかった時、私を救ってくれたのがスイカでした。香りがたまらない。もう半世紀以上前のことでしょうか。半世紀以上前ということはもう50年経って子供産んで50年経つということはなかなかのお年ですな。70歳過ぎてるね。コメントありがとうございます。スイカ順調にできてますよ。はい、次。井戸掘りの動画にコメントいただきました。自由人さん、ご苦労様です。掘る前の儀式というか、水脈探査のこっくりさんはやらないのですか？それと掘り始めて最初の穴が崩れないように NBVU100 の肉圧間4メートルのものを差し込むなどの必要はないのでしょうか？スチューポンプじゃないから不要ですか？そうっすね。まずね、
こういうやつね、こういうやつ、こうやって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 やるやつ、あれコックリさんだったっけ？あれ何？コックリさんだっけ？ダウジング？なんて調べればいいんだ？ダウジングで合ってる。自由人さん、ダウジングっすね。ダウジングはやらないですね。やったことないな。今度一回やってから動画始めるとまた面白いかな。というのもここ近所だったら大体想像がつくというか、どちらかというと海抜の高さを気にします。であとは真ん中周りの土地のなり方、例えば山のてっぺんつうか山のてっぺんはまあ掘らないけど、丘の高いところだとか、あと背中に大きな山があるとか、そういうことは気にしたりしますね。あとはなだらかな丘のちょっと上の方とかっていう場合とかもあるので、周りの高低差とそこの掘る場所の高低差はあれでネットで調べたりします。であとは NBVU100 のやつってまあ井戸枠ですかね。井戸枠は僕たちのやり口では入れないですね。まんま給水管に制圧を全体にずっとかかってるような状態でこう溜まってきたものをこう引き上げるっていうよりも、そこのメッシュの部分からこう吸い上げるみたいなイメージでやってるので、意外とその方が息をつかなかったりする。こう井戸枠やって溜まったその中の水をこうやって汲むっていう風にすると、ある程度本当に水が豊富でないと息ついちゃう。溜まるまでの時間ポンプが息ついたりするんで、そういうやり方にしてます。コメントありがとうございます。で VU100 の肉厚肉 VU100 の厚肉 VP かな。VU100 の厚肉ってことは VP か。VP100 もそこそこな値段がするからね。でも VU でも100になればある程度肉は厚いですからね。はい、そんな感じです。次は4種類のロジメロン栽培の定食の動画に名古屋みーちんさん、森田さんこんばんは。佐藤錦の受粉期の紅秀峰の花が咲きません。メロンのようにジベリンとトマトトーンの混合液で着火しないでしょうか。多分しないですね。少しでも花粉つけてあげて、その後にトマトトーンはまあオーキシンで、ジベレリンはジベレリン、それを後でかけてあげて着火の安定を図るってことはできるのかもしれないですけど、あまりさくらんぼでホルモンで全部止められるっていうのは聞かないな。だから花粉集めとか買ったりとかするはずなんだよな。ホルモンでつけば多分みんな苦労せずにやってるんだと思うんですけどね。今でも中国からもう花粉がなかなか来ないっつって、なんかどっかの桜の花粉をあれがミツバチが運んできて連れてきてくれたりするといいんですけどね。でも名古屋みーちんさん鉄工所やりながらすげえ園芸とかいっぱいやっててすごいね。しかも佐藤錦だからね、佐藤錦なんかすげえ難しい。食味がいい分割れやすかったり、収量もそんなに取れなかったり、その代わり食味はピカイチにうまいんですけどっていうのもうち昔やったことがあってて、で数年10年ぐらいは取ってたのかな。少しずつ取ってってはいたんだけど、だんだん取れが悪くなってきてしまいには枯れてしまった。これね、僕が十数年前かな。だからちょっとはさくらんぼも試したことがあるんで、まあホルモンだとちょっと難しいでしょうね。はい、
としひろさん、お疲れ様です。今まで教科書通りの5枚摘心をしていましたが、小鶴がバランスよく生育をしない、残す小鶴をどれにするか迷ってしまいましたが、高見メロンの3枚摘心動画が分かりやすくなるほどなと思いました。プリンスメロン、レノンとレノン3枚にしました。レノンは3枚でもいいですけど、プリンスは、あの時言い忘れたか、プリンスは4つる仕立てとかにしたいので、もうちょっと残しといた方がいい気がするけど、まあでも、3枚にして3つる残しておきましょうよ。で、それに3つずつぐらいつけて、ある程度、プリンスは、メロンで言うとネット機ぐらいまでで出来上がっちゃうんで、たくさん取ることができるので、ちょっと欲張るぐらいの方がいいと思います。はい。峰子やんばるさん、定食前にすでに黄色い花が咲いているのもありますね。私のメロンはまだ双葉です。あ、そっか。沖縄で、僕のメロン買ってもらって、そのメロンの種まいたら発芽したみたいで、よかったですが、そう。もうでも僕的には、苗で花が咲いちゃうと、ちょっと遅いかなって。花が咲いちゃうと、ちょっと遅いかなっていう感じですね。大きくなりすぎなので、もう本当はその手前ぐらいで。まあでもあれか、高見は摘心してから、植えたりするんで、まあ、別にそこまで、あれですね、遅くはないか。よく見えてんだな、動画で。素晴らしい。コメントありがとうございます。次。本田さん。本田です。夏系メロンの種届きました。ありがとうございます。種配りおじさんの種が届いてよかったです。ぜひやってみてください。できれば LINE か何かに巻きましたとか発芽しましたとか感想と写真をいただけると嬉しいです。そしたら動画で紹介したいです。ぜひお願いします。井戸の先週のメロン農家通信で井戸のコメントたくさんくれた中村よしさん、コメント返しありがとうございました。チャット GPT と森田さんに聞き倒して準備できました。21日に初井戸掘りチャレンジする予定です。また共有させてください。よろしくお願いします。ぜひ21日まだ来週の通信にも間に合わないな。もし掘って状況を連絡ください。ぜひ紹介したいと思います。健闘を祈ります。ぜひ水がジャブジャブ出るように健闘を祈ります。それと4種類のロジメロン栽培の定食の動画でひでっちさん、私もハウスが欲しいよ。そうですね。ハウスあると便利です。雨も気にしないし、温度も取れるし、病気のガード、虫とかのも一膜あるだけでだいぶ違いますからね。まあでもそこまでいかなくてもあれでもいいんじゃないですか。トンネルでもだいぶ普通にそのまんまやるよりは全然違うんで、トンネルやりましょう。テフテフさん、うちも4月5日にベルダとオルフェとモニタメロン F2 夏系植えてみました。最近天気が悪く活着するのに時間がかかるかな。活着したら生産してみようと思います。テフテフさんがどこかわかんないんだけど、無加温でも基本フィルマの温度も結構高いんで、もしハウスとかトンネルとかやってあるだろうな。今そのまんま裸ではいかないでしょうから、きっちり例えば今3時半でこれだけの照りだとちょっと蒸れちゃうといけないから、4時過ぎとかまだちょっとあったかいうちに夕方早めに閉めてあげれば夜のぬくみが取れて、多分活着も普通にすると思いますよ。あとは水が切れないように定食後活着するまではそれでしっかり活着の確認ができてから生産してみましょう。順調です。ベルダ萩原
オルフェはどこだったっけな、植木じゃねえな。神田か。神田のオルフェ。これも4花取りですね。ベルダは1花取り。オルフェは、2つるで2花か4花。うちのメロンの F2 は1花取りでやってみてください。はい。次は4種類の露地メロン栽培の2つる選抜の動画で、本田さん、こんばんは、多品種植えたんだって言いながら、その前の動画にもコメントくれてますぜ。本田さん、コメントありがとうございます。植えました。名古屋みちんさん、森田さん、こんばんは。露地メロンのところの方が土の量が多いような気がしますが、やり方が違うのですか？一緒ですけど、あっちだけはちょっと行くのがちょっと遠い。コメント気づいてればその場であれできたんだけど、うちこっちのメロンはアルミベッド栽培、アルミベッドなんで、あっちほど水切れが良くないんですね。こんな感じで、ここに排水がついてるぐらいなので、こんな感じで穴が少しずつ開いてついてるだけなので、水切れがあっちの高見植えたところほど良くないので、こんぐらいの土の量で、あっちの高見の方はこの金網の上に、この金網の上に寒冷車敷いて、そこに土入れてある。だからあそこの方が水切れがすごくいいので、上に水持ちが良くなるように土をちょっと多めにしてあります。すげえな。その違いがわかるんだな。やっぱりすごいな。視聴者の皆さんはなかなかすごいっすな。そんな感じです。その状況に合わせて。で、やっぱり、うちのメロンは一花取りで行ったりするんですけど、一花取りなんですけど、高見メロンとかは4花取りなんで、水とか肥料とかもちょっと多めに入れたりしてんで、水の切れがそんなに水持ちがしっかりするようにしてますね。コメントありがとうございます。4種類の露地メロン栽培の動画に、としひろさん、お疲れ様です。今日タイ産マンゴー、ちょっと待って、としひろさん、お疲れ様です。今日タイ産マンゴーナムドッグ米の種が欲しいため近くのスーパーへ買いに行きました。棚の横にカット売りのマスクメロンが置いてあり、糖度表示は12度と13度で、冬のメロンはこんなもんかと思いましたが、今日が食べ頃の食レポ用のベルダを食べたら 14.9 度で美味しかったです。ありがとうございます。14.9 度か。餅と糖度が欲しかったですね、ベルダだったら。でもありがとうございます。美味しく食べていただいて。で、食レポのラインも写真とかいろいろ、いただきました。全員揃い次第動画にして紹介しますんで、ぜひ見てください。としひろさんありがとうございます。本田さん、次回の試食楽しみにしています。そうですね、本田さん外れちゃったからね、すいませんでしたね。次、スイカか、4種類のメロンかなんかやりますんで、またその時は食レポお願いします。次、4種類の露地メロン栽培の活着の動画で、テフテフさん、質問すいません。先日、定食した苗の新芽あたりが、縮れてしまいました。多分、油もしの仕業だと思うのですが、モザイク病にかかっていたらと思うと、残すのもためらってしまいます。農薬をかけて様子見るか、抜いてしまうか、森田さんならどちらがいいでしょう。まずね、苗の間にそんなにモザイクが、そんな小さいうちにはそう簡単にはモザイクにならないはずなので、写真見てみないと分かんないですけど、LINE で僕のここの動画の概要欄にも
うちの公式 LINE あるので、そっちに写真送ってみてください。多分すぐわかると思います。これだけで考えると、今の時期から言うと、多分あれですね、スリップス、アザミウマの確率が高いですね。今時期なので、かなりアザミウマが新芽付近に、アザミウマやっぱりこう下の葉っぱに止まってて、柔らかい新芽のところにどんどん寄ってきて、その新芽のところで集中してかじり始めるので、縮れた症状になる。で、多分時期的に言っても、多分アザミウマだったら防除ですね。これ6番アファームとかアグリメック、5番も効く、スピノエース系ダブルシューター、殺虫剤。あと6番、一番いいのは6番かネオニコ 4A とか4番、ラックコード4番でかけてやりゃ、だいぶ、なんだったらそれだけ密度が濃かったら倍率はちゃんとに守って、アファームの6番系統と4番系統を混ぜてシュッシュってかけてあげるとだいぶいいと思います。密度減らすだけで葉っぱがきれいになってくるはず。ということは、テフテフさんはいろんな苗を植えてあるので、多分その植えてある近くのメロンが全部全部というか、多分アザミウマに食べられていくんで、今作物が小さいうちにしっかりと防除してあげればだいぶ違うので、これそのまんまにしてしまうと、そのまんまというか、もうそれ自体で芯がなかなかいかないし、アザミウマ本当に難敵なので、どんどんあれすると進みづらくなるし、物が良くならないんで、今のうちに薬とかが少なくて済むうちにいろんな手立て、さっき混ぜろって言ったんだけど、あれだったら小さいから、ちょっと小さい霧吹きかなんかでもいいから、そこにまず4番入れて、4番1回やって、次の日に6番1回入れてあげるとか、そうすればだいぶ密度が減って復活してくるはずです。はい。次。昨日出した4種類の露地メロンの糖度測定の動画。素晴らしい塊、メロンを収穫して味わってみて、ぜひインドネシアからいらしてください。メロン食べさせます。日本に来たらぜひ寄ってみてください。ファイヤーファイターグラフェスプラントさん。名古屋ミーチンさん。葉っぱがヨレヨレなのは最後に水を切るんですか？水を切るというより切り上げていくんですけど、あれはもう最後の最後だったんで、その日にまだ収穫がその次の日とかもあるようであれば、あそこまでしおれさせたりはしないんですけど、あれが最後の最後だったんで、最後だと思って水をかけずに収穫まで待ちました。収穫が近いからといって毎日しおらせてると実持ちがどんどん悪くなっていくんで、発酵とかの可能性が出てくるんで、あそこまで水切らなくてもいいっす。大丈夫です。しおれないで、それでいて水が残らない、ちょっと言ってること難しいかもしれないんですけど、そんな状態で少しずつ水を切り上げていくイメージで仕上げていったらいいかなと思います。もうちょっと先ですよね。まだあれでしょうから、仕上げとかになったら連絡ください。実はこんな苗が何かはちょっと秘密なんですけど、苗を買ってみました。それとさっきのアンテナが片っぽのアンテナしかないメロン、ここいらに販売サイト作ってあるので、ぜひ買ってもらえると嬉しいです。2粒で3000円。アンテナがないんですけど、アンテナが短いんですけど、あとは問題なく食べられるはずなので、ぜひ食べてみてください。今週もたくさんコメントありがとうございました。
超嬉しいです。また1週間頑張っていきます。来週にはもう白かきとかが始まる。荒打ちは終わってるので、白かきが今度始まるんで、白かきやりながらとか動画撮れたらなぁと思います。それではまた今週1週間頑張っていきますんで、ぜひ、そうだ、来週、明日から1週間、毎日動画投稿します。千匹屋 F5、5代目の、編集がもう最終便まで出来上がったんですけど、長さの都合上6本になりました。6。普通の人これ6わかんねえか。市場の符号で1、2、3、4、5、6、7、8、9ってなるんですわ。だから6のことを66って言います。グッドボタンじゃないで6。これは6。で、6本になっちゃったので、明日から来週のメロン通信までの6日間で、毎日投稿していくので、ぜひ見てみてください。最後の味見、そして6代目につながるところまで一気に毎日投稿していきますんで、ぜひ見てください。逆光だった。よろしくお願いします。それでは今週も頑張っていきます。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。